もしあなたが2050年に目覚めたら、まず気づくのは、隣に誰もいないことです。でも、あなたは孤独ではありません。画面の中に、あなたの最も近い存在がいます。それは人間でしょうか、それとも人間ではないものでしょうか。2050年、人間関係の形は根本から変わっています。愛する相手が体を持たない時代、友人が人工知能である時代、家族の定義が法律で何度も書き換えられた時代、これは遠い未来の話ではありません。すでに始まっています。少し時代を遡りましょう。2023年、日本政府は孤独・孤立対策推進法を施行しました。孤独が法律で対処しなければならない問題になったのです。これは日本だけではありません。イギリスはすでに2018年、孤独担当大臣を設置しました。世界中で人と人のつながりが壊れ始めていた。スマートフォンが普及したあの頃から何かが変わりました。便利になったはずなのに、なぜか孤独になった。顔は見えるのに、心は遠くなった。あなたにも心当たりがあるかもしれません。実は、ある研究では、一日に誰とも話さない日が週に3日以上ある人が、先進国全体で急増していると報告されています。そして2050年に向けて、その傾向はさらに加速するとも言われています。問題の根っこは深い。そこに、ある解決策が現れました。2025年現在、すでに人工知能と毎日会話している人が世界中にいます。日本でも人工知能に恋愛感情を持つ人の数が増え始めています。そうなのを、と思うかもしれません。でも考えてみてください。あなたの悩みを深夜でも聞いてくれる存在がいたら、怒らず、否定せず、疲れず、あなただけを見ていてくれる存在が、人工知能はそれができます。2050年には、人工知能との関係が、友人関係として社会的に認められる可能性があると、複数の未来研究者が指摘しています。一部の国では、法整備の動きもすでに始まっているとも言われています。あなたの子供や孫は、人間以外の存在を、親友と呼ぶかもしれない。それは幸せなことでしょうか、それとも、怖いことでしょうか。次に変わるのは、家族です。2050年には、日本の生涯未婚率が 50% を超えるという予測があります。つまり、2人に1人は一度も結婚しない時代。でも、人は一人では生きられません。だから新しい形の家族が生まれます。血のつながらない他人が共に暮らし、互いを家族と呼ぶ、法律上の婚姻関係を持たない複数人が家族として登録できる制度。すでにフランスやデンマークでは、こうした制度の試みが始まっています。家族とは何かという問いに、2050年の人々は今とは全く違う答えを出しているかもしれません。あなたの孫が家族紹介をするとき、そこには血縁者ではない誰かが当たり前のように並んでいる。そんな未来がすぐそこまで来ています。ここで少し怖い話をします。2050年、私たちはかつてないほどつながっています。でも、それは本当のつながりでしょうか。人工知能はあなたの好みを完全に把握しています。あなたが何を言えば喜ぶか、何を見せれば満足するか、全部計算できます。その結果、何が起きるか、人間同士のぶつかり合いが消えていきます。意見の対立も、価値観のぶつかりも、面倒なやり取りも、全部柔らかく処理される。これを快適と呼ぶ人もいます。でも同時に、それを人間をやめる入り口と表現する人もいます。あなたが気づかないうちに、本物の感情でやり取りする力が少しずつ失われていくとしたら、それって怖くないですか。でも、忘れないでほしいことがあります。どれだけ技術が進んでも、人間は人間を必要としてきました。大きな災害の後、人々は必ず集まります。どんなに便利な道具があっても、人の声、人のぬくもりを求めます。2050年の未来予測の中にも希望があります。人工知能との関係を経験した人たちが逆に本物の人間関係の価値に気づくという流れが起きるとも言われています。人工知能と話すことで自分が本当に求めているものが分かった
そして人間に会いに行った、そんな逆説的な未来が待っているかもしれません。あなたの子供が生きる2050年は恐ろしいだけの時代ではないかもしれない。人間関係の本質を問い直す深い時代かもしれない。実は変化はすでに始まっています。あなたが今日誰かに送ったメッセージを思い出してください。それは直接会って話すより気持ちが伝わりましたか？あなたが今日一番長く話した相手は誰ですか？人間でしたか？それとも画面の中の何かでしたか？2050年の人間関係は突然やってきません。毎日少しずつあなたの日常の中で形を変えながらすでに進行中です。気づいたら手遅れということはないかもしれません。でも気づかないまま流される人と意識して選ぶ人では未来が変わります。どんな相手とつながるか、どんな関係を本物と呼ぶか、それを選ぶ自由はまだあなたの手の中にあります。2050年の人間関係は今より豊かになるかもしれない。今より孤独になるかもしれない。どちらになるかはあなたたち一人一人の選択にかかっています。人工知能が友人になる時代、家族の定義が書き換えられる時代、つながりすぎてかえって孤独になる時代、その入り口に私たちは今立っています。あなたはこの未来をどう生きますか？今回の動画はいかがでしたか？面白いと感じていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が次の動画を作る大きな力になります。また次の動画でお会いしましょう。